こんにちは。ザ・ホワイトデンタルクリニック院長の永山由紀です。当チャンネルでは普段重度虫歯治療とか歯石除去動画を公開してるんですが、今回の動画は特に年長さんから小学生のお子さんを持つ保護者の方に見ていただきたい動画です。題して年長さんになったら要注意、虫歯にしないための仕上げ磨き法。なぜこの動画を作ったかというと、重度の虫歯がたくさんある方々の治療をしているのですが、その中でとても気になるのが10代後半とか20代前半の若い方々の虫歯、口腔崩壊に陥っているような状況があります。実際に当院にご来院された20代の方の症例写真を見ていただきたいと思います。この方も20代です。で、前歯も奥歯も全部虫歯です。20代でこの状態ということは、やはりお子さんのうちから歯磨きができていなかったということになります。で、そのような若い方々がそこまで重度の虫歯があるということは、これはお子さんの頃からきちんと歯磨きができていなかったということなんですね。当院にいらっしゃる虫歯がたくさんあるような人っていうのは、第一第9歯に虫歯があることがとても多いです。この第一第9歯がとてもポイントになります。第一第9歯っていうのは最初に生えてくる第9歯です。この第9歯は歯が変わるのではなくて、歯茎のところに生えてくる歯なので、保護者の方が気づかない間に生えていることが多いです。この方の写真で見ると、第一第9歯はこれとこれですね。これが上の歯の第一第9歯です。下の歯の第一第9歯はこれとこれです。もう完全にもう崩壊してしまっていますね。で、最初に生えてくる第9歯なので、口の中で言ったら奥歯の中では一番先輩になるんですね。なので最初にその第一第9歯を磨けてないと、ずっと磨けてなくって、一番最初に虫歯になりやすい歯でもあるんです。なのでこんな風になっちゃったりとかします。元は歯茎のところに生えてくる永久歯なので、生えてきたことに保護者が気づいていないっていうことも多々あります。で、生えていることに気づかないので、仕上げ磨きする時にあんまりそこをちゃんと磨けていないようなことも生じてしまうんですね。それでは実際のお子さんのお口の中で見ていきましょう。歯が生えてくる時はこのように位置がガタガタしていたりとか、あと引っ込んでいたりする場合がありますね。引っ込んでいるところは磨き残しやすいので気をつけましょう。6歳頃になるとこのように永久歯が生えてきます。親御さんが気づかないうちに生えてきていることがありますので、一番奥の乳歯のさらに奥の歯茎に注目しましょう。だいたい 5歳から6歳ぐらいで生えてきますね。これは上の歯ですね。上の歯の第一第9歯です。生え始めの頃は半分歯茎に埋まっていたりしますので、強く磨くと痛がられてしまいますので、優しく磨いてあげましょう。歯の溝などをしっかり磨くようにしましょう。生え始めの時は隣の乳歯より低い位置にありますので、歯ブラシの毛先が当たっているかどうか確認しながら磨きましょう。まだ歯の頭がちょこっと見えている状態だったりする場合は、このようにヘッドが小さなタフトブラシがおすすめです。細かく優しく磨くようにしましょう。タフトブラシはこのように前歯の歯並びが悪いところにも適しています。歯の裏側もガタガタしているので1本ずつ磨きましょう。歯が生え始めている部分はお肉に隠れている部分もありますので、歯ブラシを強く当ててしまうと痛がられてしまうので、優しく歯垢を拭うように磨いてあげましょう。自分が磨けているかどうか、仕上げ磨きがきちんとできているかどうかチェックするために、染め出し液を使って赤く残っているところを丁寧に磨くようにしましょう。やはり癖が出てきますので、磨き残しがあったりとか、たまに確認するのもいいと思います。歯を磨くときはあちこち磨くと磨き忘れが出てきますので、順番を決めて飛ばさずに
丁寧に磨きましょう。歯の裏側もきちんと毛先が当たるように磨きましょう。お子さんは、唾液が多いので唾がたくさん溜まって磨きにくい場合は吐き出してもらいながら磨くようにしましょう。歯と歯の間はこのように子供用の糸ようじで磨いてあげると良いでしょう。普通のデンタルフロスよりは糸ようじの方がやりやすいと思います。糸ようじをするときはただ入れて出すだけではなくて、入れたら歯の面に沿わせながら出していく。沿わせることが大事です。はい、いかがでしたでしょうか。一番最初に生え変わってくる前歯、あとは保護者も知らない間に生えてくる第一第九歯、これらの永久歯をきちんと磨くことができれば、この先生えてくるさらに後ろの歯だったりとか前歯、小臼歯、そういう歯もきちんと仕上げ磨きできるはずです。仕上げ磨きをいつまでしてあげればいいのって話なんですけど、これに関してはやっぱりお子さんが自分自身の力できちんと磨けるようになるまでやっていただきたいと思います。お子さんが磨いた後にこういう染め出し液で染め出してみて赤いのがあまりつかなくなったらもう仕上げ磨きはいらないと思います。保護者の方が仕上げ磨きできているかの確認は歯医者さんでチェックしてもらいましょう。また、第9歯が虫歯になりにくいようにシーラントとかっていう処置もありますので、その辺も歯医者さんに相談してみるのもいいでしょう。お子さんのうちから歯磨きができていなくて、お口の中がきれいな状態な感覚となんだか汚れてネバネバしているようなそういう気持ちの悪い感覚っていうのの差が分からなくなっちゃって、お口の中が汚い状態でも違和感なくそのまま過ごしてしまうような習慣がついてしまうんですね。なのできれいな状態というのはどういう感覚なのかっていうのをお子さんのうちから身につけることもとても大事です。そのために正しい仕上げ磨きをしていただきたいなと思います。それでは保護者の皆様、仕上げ磨き頑張りましょう。